皆さんこんにちは、ゆりこです。今日は妹と2人で横浜に遊びにやってきました。なんで横浜にやってきたかというと、数日後にですね、私と妹はヨーロッパに旅行する予定があります。1週間ぐらい前にね、妹と2人でヨーロッパの天気を調べた時に、ヨーロッパはもうね15度だったりとか、場合によっては10度近い気温になっていて、日本みたいに半袖やノースリーブだと、過ごすのがちょっと困難っていうのを聞いて、慌てて買い物にやってきました。このね撮影をしている日ももう8月の26日なんですけど、気温はもう30度をね超えているような、気温になっていて、もう全然秋が来る気配がありません。なのでね、本当に長袖の服を着ることとかも全然想像できないんですけど、実際やっぱり海外だと気候も全然気温も違うし、寒い思いをしたくないので、洋服を入手しに行きました。というのもですね、実は私たち、ロンドンと、ブリュッセル、パリに行くんですが、まだね詳細が決まっていない場所もあるんですけど、ロンドンでは間違いなくアフタヌーンティーに行きたいねと言っています。でもう実際にね、予約もして、ロンドンでのアフタヌーンティーをすごく楽しみにしているんですが、アフタヌーンティーではね、場合によってはドレスコードが必要で、ドレスコードができてなかったらお店を追い出されてしまうといったね噂なども聞いて、絶対にちょっとこうねしっかりしたジャケットとか、ドレスっぽい服をね用意していかなきゃということで、慌てて買い物に行きました。あと1週間後にね、出発するなんて想像もできないです。妹と1泊以上のね旅行したことはないですし、初めての経験なのでちょっとね緊張していますが、そしてね妹は私の7個下なんですけど、なので今20歳ぐらいの年齢なんですけど、すごく可愛くてね、可愛い子なので、悪い人にね、狙われないように、頑張って私が守ろうと思っています。さてね、2人でお買い物をしてみたんですけど、なかなかね買い物も難しいですね。どんな服を着ればいいのか、私のすごい偏見なんですけど、アメリカって結構みんなパーカーとかスウェットパンツみたいな服とか、あとはシャカシャカしたズボンとか、結構みんなファッション自由って感じであんまり気にしないイメージがあるんですけど、ヨーロッパの場合は特にねイギリスとかフランスとかすごいおしゃれな人が多いんじゃないかなって思ってビクビクしています。やっぱね、その変な格好で行ったらちょっと恥ずかしい思いしちゃうかもしれないので、本当にねどんな格好をするべきなのかっていうのはね、めちゃくちゃお店の中で迷いました。でね、ザラにも行ってみたんだけど、ちょっとザラはね夏っぽい雰囲気がしてちょっとね違うだろうと思って H&M でお買い物をしましたはい。でね、お買い物が終わって、実はちょっとそれ以外にも買わなきゃいけないものがあって、この後みなとみらいから横浜に電車に乗って移動するんですけど、その前に腹ごしらえをしようと思って今はシェイクシャックにやってきたという感じです。今日ね、私と妹が注文した食べ物はシェイクシャックのチキンバーガー2つと、ドリンクが 50-50、 レモネードとアイスティーの 50-50、 そして妹がミントレモネード、そしてスモールのフライを注文しました。これでねざっくり3700円ぐらいだったのかな。ちょっと高いけど、でもせっかく横浜に来たので、妹にご馳走してあげることにしました私はね正直妹に甘いと思います。妹がね何か欲しいと言ったら多分買ってあげちゃうかもしれませんね。というのも、7歳差ってさっき言ったんですけど、
7歳も年が離れてると喧嘩もしないし、なんか半分ぐらい自分の子供みたいな感覚なんですね。だから同じレベルというよりかは、子供みたいな感じだから、好きなことしてもいいし、なるべくなんていうのかな過保護、多分ちょっと過保護なのかもしれないですけど、危ない目にもあってほしくないなと思っています。でもね、自分自身が結構チャレンジャー精神が旺盛だから、あんまりね心配しすぎることはないんだけど、ただちょっと女2人でヨーロッパに行くっていうところはやや心配ではありますね。特にね、やっぱり観光地に行く場合にはすごい格好のターゲットだと思うので、どうにかしてね、やっぱりこう危険を察知しながら行動しないと危ないことに巻き込まれるかもしれないなと思っています。特にね、私の一眼カメラをね、何を持っていくかまだ迷っているところなんだけど、一眼のカメラは特に狙われたらね、すごい悲しいので、持っていくんだけど、どれを持っていくかはよく考えてから持っていこうかなって思います。さて、話は変わりますが、シェイクシャックバーガーに行くのは、実は何ヶ月ぶりかな、半年ぶりぐらいかもしれません。前回シェイクシャックバーガーに行ったのはニューヨークのシェイクシャックバーガーでした。その時食べたのはシェイクシャックバーガーとポテトフライ、チーズトッピング、そしていちごのミルクシェイクを注文しました。もうその日はね、アメリカに到着した最初の日だったので、本当にね、空港からニューヨークに行ってもう夜だったので、本当にその食べたねシェイクシャックが美味しかったことを今でも覚えています。そう考えるとね、もうあれから半年経つんだって思うし、逆にまだ半年しか経ってないのっていうぐらい時間が経つのが早いと感じます。今年はね、本当にいろいろ変化の年だったなって、まだ8月なんだけど思ったりします。新しいことに挑戦したり、何よりね、去年会社を辞めて、やっぱりアメリカにいる時、去年の10月くらいまで収入は本当にゼロだったけど、それでも少しずつ皆さんのサポートのおかげで、PR のねお仕事をいただいたりとか、YouTube でもね支援してもらえて本当に感謝だなって思っています。話はねシェイクシャックに戻るんだけど、皆さんはどのバーガーが一番好きですか？私はね、やばい、さっきからど忘れして名前が出てこない。私はシェイクシャックとかも大好きなんだけど、肉々しいなんとかバーガーって言われているバーガーが大好きです。名前が本当にど忘れしちゃったんだけど、本当にこうお肉のねゴロゴロした感じ、食感がたまらないなんとかバーガーっていうのが本当に最高でした。イナナウトもなんか割と似てるのかな、イナナウトとか似てるのかなって思うんだけど、お肉がねがっつり入ってる感じのバーガーが大好きです。アメリカ料理ってさ、なんかすごく思いつきやすいんだけど、逆にブリュッセルとかベルギーとか、イギリスの料理もフィッシュ&チップスわかるけど、それ以外どんなものを食べるのか、すごくね今からワクワクしていて、毎日ちょっとずつ調べてるんだけど、いろんな経験をしてね帰りたいなって思っています。まだお恥ずかしいんですが、旅のすべての工程はまだ考えられてなくて、ちょっとね旅行しつつ、最初のロンドンは考えたんだけど、それ以降はちょっと旅行しつつ、考えていきたいなって思ってるんだけど、やっぱりねとにかくこの旅行の計画を、海外からするって結構大変なことですよね。これはね私が、プライベートツアーを始めた理由の一つでもあるんだけど、やっぱりさ、なんかこう調べようって思って調べると、どうしてもさ観光地ばっかり出てくるじゃない。やっぱ地元の人がおすすめするスポットとかじゃない可能性もやっぱり大いにあるから、なんかそういう観光地っぽいスポット
だけでいいなら別にあれだけど、そうじゃない本当の経験がしたいみたいなのであれば、結構ね海外の人が旅行の計画を立てるっていうのはなかなかねハードルが高いんじゃないかなって思ったりします。なので私はねそのプライベートツアーとして、鎌倉にね生まれ育ったから、海外から来る方にね鎌倉の良さを知ってもらうために、プライベートツアーを始めたんだけど、本当に私のツアーの場合は基本的に私が全部決めます。やっぱ鎌倉はかな、本当に季節によって素敵なスポットが全然違うんですね。例えば紫陽花が綺麗なお寺だったりとか、紅葉が綺麗な、大仏だったりとか、あとは何かな、夏のね竹林が綺麗なエリアとか、本当にその季節によって全然違うわけじゃないけど、季節によってここに行くべきって場所がやっぱり違うから、そういうところにね皆さんを案内できたらいいなって思っています。これからだったらだんだん空気もね冷たくなってきて、住んでくると稲村ヶ崎のエリアから見える富士山の景色とか本当に綺麗なんですよね。そういう景色を皆さんにお見せできたらなとかも思っているので、本当に、基本的には私が独断と偏見でプライベートツアーを考えています。もちろんね1日のツアーっていうのはやっぱ予算的に他にもいろいろ行くから難しいっていう方とかもいると思うので、そういう場合はちょっとね鎌倉は、狭いと言っても広いので2時間とかでエンジョイできるかと言われるとちょっと難しいなって思うんだけど、それでも皆さんの予算と時間に応じてツアーを組み立てているので、お気軽にダイレクトメッセージじゃなくて、YouTube の場合は、私のメールアドレスにですねお問い合わせしてもらえればと思っています。11月もねすでに10月11月もすでにね予約してくださっている方がいて、皆さんに会えるのを本当に心から楽しみにしています。はい、話は戻るんですけど、ということなので、私はね旅行の計画をね立てるのがそんなに上手じゃないのよやっぱ今までは結構いろんなフォロワーさんが、案内しますよという形でアメリカとかを案内してくれたので、私はねフラフラしてたんだけど、みんながいろんなところに連れてってくれて、本当にローカルの人しか知らないようなね景色をたくさん見せてくれて、感謝しているんですけど、ちょっとねヨーロッパの旅行はそうはいかないので、今からねしっかり行くべきところを決めて、計画をね立てたいなって思っています。ただね本当にありがたいことにフォロワーさんのね一人で、以前ツアーをやるはずだったんだけど、仕事の都合で急遽できなくなっちゃったけどご飯だけ食べたっていう方がいたのね。ご飯だけのツアーみたいな感じでね、その方がね、その方に、どうしても行きたいアフタヌーンティーのお店が予約できなかった時に相談をしたら、その方が代わりにね別のアフタヌーンティーのお店をね実は予約をしてくれました。でね、私と妹はもうめちゃくちゃもうアフタヌーンティーがもう一番楽しみなぐらいヨーロッパ旅行を本当に楽しみにしてて、とにかくねそのアフタヌーンティーが楽しみなんですよ。で本当にねこうやってね応援してくださって、いろいろアドバイスくれる方とか、そうやってね予約までしてくださって応援してくださってる方とかね、本当にね皆さんには感謝しかありません。またねこの動画がアップされる頃には私はヨーロッパにいると思うんですが、ヨーロッパでの、素敵な景色っていうのを皆さんにお届けできたら嬉しいなと思っているので、ぜひね動画を楽しみにしてもらえたら嬉しいです。それではね今日も最後まで動画をご視聴くださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。